辛すぎる私を甘やかすべきでしょう。離婚で義実家に戻ってきた義士。辛い辛いと言っているが、外出はしまくるし家事は私に丸投げ。暴言もすごくて夫に相談するも、優しくしないと離婚だという。ふざけるなと私は離婚したわけだが、その後、二人はある人物によって地獄を見ることになる。私の名前は奏遥。29歳の専業主婦だ。IT 企業で働く2歳上の私の夫とは同じ会社で出会った。私は受付嬢をしていたのだが、初めは挨拶をする程度だったけど、夫の方から積極的にアプローチしてきて、私もいい人だと思ったから交際後に結婚。そして現在、私は義実家で暮らしている。義両親とは会わないということを暗い顔で話す友人も多かった。だけど、義両親は本当にいい人たちで、私が色々と家事などでヘマを犯しても、笑って大丈夫と心配してくれる。私が作る食事も美味しいと食べてくれて、本当に嬉しい気持ちになった。しかも、ただ優しいだけでなくて、私が間違ったことをすると、きっちりと叱ってくれることもあった。ただ優しいだけなことよりも、そういう風に本音を言ってくれることで、家族の一員と認められた気がして嬉しい。こんな風に幸せな生活が続けばいいなと私は思っていたが、義士の養子が離婚して義実家に帰ってきてから素晴らしい日々にひびが入っていくのだ。どうやら養子は夫に浮気されたらしく、離婚してからもずっと気分が優れないという。要するに、鬱だということだった。それはちょっと気の毒だなと私は思っていたが、しばらく一緒に生活してみて、本当にそんな辛い状態なのかという疑いが出てきた。1週間過ぎた頃には、陽子はとんでもなく偉そうな態度を取るようになり、私を顎で使うようになる。私はあまりの態度のひどさに正直ドン引きしてしまった。しかも、私だけではなく、義両親に対してもだ。私からしたら、親にそんな態度取るというようなとんでもないわがままを言い続ける。それを義両親がけなげに聞いて行動しているのに胸が痛むことも多かった。私には間違ったことをしたら怒ってくれたが、陽子はまだ体調が完全ではないということで、おそらく穏便に済ましていたのだろう。陽子に対して思うのはそれだけではない。何かあるたびに、陽子は本当になんだか苦しい、だの、嫌なことばっかり考えすぎて寝れなかった、だの、自分が辛いというアピールをたびたびしてくる。だが、その割には毎日のように気分転換に友達と遊ぶのと言って楽しそうに外に出て行った。本当に浮気されて離婚をしたのか、陽子の証言自体が怪しく思えてきた。そもそも本当に辛いのだろうか。都合のいい時だけやたら苦しそうな顔をするけども。そんな疑いを抱きつつ、陽子との生活を送っていた。陽子は自分が辛いということを理由にさらに増長していくことになる。私は辛くてたまらないから言うこと聞いてくれないとね。ストレスが溜まって悪化するから。お父さんもお母さんも私のことを何も分かってない。はるかさんなんて正直論外で、もう少し努力してよ。分かった？こんなに辛そうな私を見ているくせに。こんなことを言われたら、いくら辛いとは言っても言い過ぎじゃないと思ってしまうのではないだろうか。相当のお人よしでない限り、感情を乱されるはずだ。もはや陽子は、この義実家における女王だった。辛さを言い訳にして、神のように自分の好き勝手に振る舞っていた。さすがに我慢の限界が来て、直接陽子に文句を言うのは悪手だと思い、夫に陽子のひどい生活ぶりについて相談した。相当ひどい結婚生活だったみたいだからな。きっとストレスがまだ解消できてないんだよ。多分もう少ししたら落ち着くと思うから、もうちょっとだけ我慢してくれないか。夫からそういう感じで諭されるように言われたら、私としてはもうどうしようもない。陽子はすでに限度を超えていると思ったけど、ここは夫の言う通りにすることにした。しかしながら、陽子はおそらく離婚した際の慰謝料を使って派手なブランド服などを購入。そして少しも家事などせず、働きもせずに外出ばかりし続けた。そのくせ文句だけは一人前で、ご飯がまずすぎる、作り直してとか、ちょっとあそこ汚くない？整理整頓ぐらいしてよとか、帰ってきた時に風呂が沸いていないとか、気が利かなすぎでしょ
などなど、もう言いたい放題。とうとう私はプッツンと切れてしまい、陽子がどこで何をしているのか後をつけることにした。そして私はとんでもないシーンを見てしまうのだ。陽子は若いチャラチャラした男と楽しそうに一緒にホテルへ入っていった。私はそのシーンを隠れてスマホで撮影した。確認するとバッチリと鮮明に撮れている。正直、陽子のこの密会を知ってどこが辛いのよと思わざるを得なかった。これは完全にラインを超えたと思い、陽子と若い男がホテルに入っていく写真を見せながら夫に不満をぶつけた。毎日外をほっつき歩いていると思ったら、陽子さんは男とホテルに行ってたのよ。これを見て、まだ陽子さんを擁護できる？普通に働けるはずだし、家事だってできるはずでしょ？陽子さんが辛いって言っているのは嘘じゃないの？しかしながら、明確な証拠を突きつけたのに、夫は陽子の擁護を繰り返したのだ。姉さんの前の旦那がひどすぎたのが問題なんだよ。姉さんは全く悪いとは思わない。きっと若い男と体を重ねてでも嫌な記憶を上書きしたいんだよ。それを考えると姉さんがかわいそうに思えてくるよ。夫の超絶理論を聞かされて呆れて物が言えなかった。一体夫はどうしたというのだろう。陽子が離婚して義実家に帰ってくるまでは本当に理想的な夫だったのに、もしかして夫はシスコンなのだろうか。そうでなければ過去の夫と今の夫の態度が違いすぎて全く整合性が取れない。私は夫の言葉に完全に切れてしまい、どこかで頭でも打ってネジが飛んじゃったんじゃないのと脊髄反射で言い返してしまった。家では偉そうに指示だけして何もしない。好き勝手生きているあの人が辛いとは思えない。だが夫は薄ら笑いを浮かべてどうしようもないというふうに頭を振った。そして恐ろしい目つきで私を睨んで、お前に姉さんの何がわかる？優しくできないのなら離婚だと叫んだ後、私の反応さえ見ずにその場を足早に立ち去ってしまったのだ。夫の表変ぶりにはびっくりしてしまった。いきなり離婚を突きつけてくるなんて。陽子が帰ってくるまで楽しく暮らしてきたのに、なんでこういう話になるのだろうか。私は何か裏があるとしか思えなくなり、更新所で調べてもらうことにした。そしたら、なんということだろうか。夫は若い女性と不倫をしていたのだ。しかも、衝撃的な事実はそれだけではなかった。夫と若い女性、陽子と若い男性の4人でダブルデートまでしていた。陽子と付き合っている若い男性は離婚前から付き合っていると知って、私は思わず身震いしてしまう。どうやら、陽子の元夫にはバレておらず、元夫の不倫だけが発覚し、慰謝料を手に入れることができたらしい。どちらにしても最悪の夫婦だったようだ。話を戻すが、さらにショッキングな事実も発覚する。同じホテルの同じ部屋に4人で泊まっていたのだ。そこで何があったかなんて想像するのも嫌だった。この事実が発覚した後、私はすぐに夫に離婚届を叩きつけてやった。悪いけど、あんたと陽子さんには優しくできそうにないから別れるわ。もうついていけそうにないから。そして最低限の荷物だけをバッグに詰め込んで義実家を後にしたのだった。シスコンとブラコンが生きがってんじゃないわよ。それから実家に戻ったわけだが、義両親に全く何も言わずに家を出たことには申し訳なさを感じていた。しかも夫や陽子を調べたことによって義父や義母が知らない秘密をすでに握っているのだ。二人には本当によくしてもらったので、このまま陽子の餌食になり続けてほしくない。そのことを想像するとあまりに不憫だと思ってしまう。そういうわけで元義父に電話をし、話があるからと言ってファミレスで合流することになった。それから私は全てをぶちまけたのだ。夫が若い女性と不倫していること、陽子が離婚前から若い男と不倫していたことなどについてだ。話だけだと私の妄想だと取られてもおかしくないので、証拠写真なども持って行った。陽子の浮気相手はかなり名の知れた会社の若社長。会社の業績もかなりいいらしい。仕事もプライベートももうイケイケという感じで奔放に過ごしているようだ。
それを裏付けるように、陽子とその若社長の不倫の証拠写真の枚数は大量にあり、それだけで写真集さえ作れそうなほどだった。しかも、ホテルに入る瞬間だけではなく、露出プレイなどの写真もある。元義両親としては、陽子のそんな姿など見たくはなかっただろう。陽子の証拠写真が過激すぎて影に隠れているが、元夫の不倫写真も結構際どいものが多かった。義両親はショックで言葉を失っていた。もう、離婚して関係は切れています。私にこんなことを言う義理はないかもしれません。でも、二人を放置しておくのは危険だと思います。きっちりと反省させるために何か手を打った方がいいと思うのですが。それからもしばらく沈黙が続いたが、元義父が顔を上げて重々しく言った。はるかさんの言う通りだ。このままにはしておけ。まさかこんなに乱れたことをやっていたとはな。はるかさんみたいな人を裏切るなんて信じられないよ。離婚前から不倫していて、さらに辛いと嘘をついていた陽子はどうしようもない。相当痛い目に遭わせる必要がありそうだ。私は元義父の様子にびっくりしてしまった。普段の元義父は誰よりも穏やかに見えたが、注意されたことがあるので厳しい一面があるのは分かっていた。だが、その時は怒りで顔が紅潮していて目が血走っていた。さらに声のトーンも普段よりもかなり低く、聞いているだけで威圧されてしまうような迫力がある。元義母は元義父のそんな姿を見ても全くひるんではいなかった。ただ、私もそうするべきだと思う、と短く言った。義父が本気で怒った時の姿を見たことがあるのだろう。過去に怒り心頭の義父を見たことがあるため、こんなにも落ち着いていられるのだ。離婚しているというのに、いろいろと情報を教えてくれてありがとう。はるかさんが教えてくれなかったら、気づかないままずっと暮らしていたかもしれない。もし来たるべき時が来たら、はるかさんにも連絡させてもらいます。それから手を振って二人と別れた。私は帰宅の途をたどりながら、来たるべき時とは何だろうと考えていた。これからいろいろと元義父が動き出すのだろう。元義父がブチギレていたのは間違いないのだが、元義父が何をするつもりなのか私には全くわからなかった。人生の最後の長い休みということで、私は実家でのんびりと暮らしていた。そして約1ヶ月後、元義父から電話がかかってくる。もし時間があるなら、はるかさんも来ないか？面白いものが見れることは間違いない。はるかさんも被害者ではあるし、あいつらが痛い目に遭うところを見る権利があるよ。元義父によると、現在4人でホテルに集まっているらしく、そこに向かうということだった。ホテルの場所を聞いて急いで目的地へと向かう。私が到着した時にはすでに元義父はホテル前に立っていて、私に気づくと一度だけ深くうなずいた。そしてホテルへ2人で入っていく。更新所の職員にかなりの金を握らせて、ずっと陽子たちを見張ってもらっていた。また同じようなことをするんじゃないかと思ってね。そしたら案の定そうだったというわけだ。それから元義父とつながっているらしいホテルの従業員に分厚い札束を一つ渡した。するとすぐに4人がいる部屋の鍵を渡してくれた。用意周到にいろいろと物事を進めていたらしく、スムーズに部屋の前まで行くのに成功。そして元義父は何の躊躇もせずに鍵をガチャリと開け、堂々と部屋の中に入っていく。私はあまりのことに一瞬固まってしまったが、ハッとしてすぐに元義父についていった。全く音のことなど気にせず部屋の中に入っていく元義父。寝室のドアをすごい勢いで開けると、まるで地獄の釜の蓋が開いたような凄まじい叫び声が響き渡った。キャーとかうおーとか、誰だよお前とか、4人は大混乱していた。阿鼻教官とはこのような様を指すのだろう。全員焦りに焦りまくっていて、正直傍観者の私は最高に面白くて大笑いしてしまった。4人はすっぱだかでベッドに横になっていた。自らの体を布団で隠しながら突然の侵入者に対して驚きまくっていた。なんで父さんとはるかさんがここにいるわけ？どうやって入ってきたのよ？不法侵入でしょこんなの。
精一杯の悪意を込めて何とか文句を言い放つ陽子。続けて元夫も服を着ながら私たちに不満をぶつけた。これは一体どういうことなんだ。何しに来やがったんだよ。いつもは冷静な元夫が完全にパニックになっていて、これも見ていて最高に愉快な瞬間だった。二人の浮気相手は元夫と陽子の発言から私と元義父が誰なのか悟ったらしい。すぐに罰の悪い顔をして顔を捨ててしまい、全く言葉を口に出さない。それとは対照的にギャーギャー叫び続ける元夫と陽子に元義父は一言「黙れ」と威厳のある声で言った。その迫力はもうヤクザも顔負けで、部屋は完全に沈黙に包まれてしまった。まったく乱れたことしてますな。陽子と不倫しているあなた、結構いい会社の社長みたいですね。息子と不倫しているあなたは陽子と不倫している社長の受付嬢ですか。これはすごいことですよ。こんなことがもし世間にバレたら会社の信用は地に落ちるのは確実ですな。情報が丸分かりだということがかなりショックだったようで、不倫相手の社長と受付嬢は顔面蒼白に。社長は元義父の前に急いでやってきて、すぐに土下座をした。頼むから黙っていてくださいと、まるでバッタのように何度も頭を下げた。その社長はもう号泣しており、ベッドから動こうとしない受付嬢に何様のつもりだ、お前も謝るんだよと嫌がる受付嬢に無理やり土下座させて、許してくださいと叫び続けている。元夫と陽子は元義父の迫力にベッドの上から動けず、息を飲むようにして成り行きを見守っている。ほう、不倫を認めるから許してほしいとあなたはそうおっしゃっているわけですか。そうですと食い気味に社長は返事をした。それに対して元義父はそんな甘い対応するわけないだろうと吐き捨てるように言った。そして胸元から IC レコーダーを取り出し、すべて録音させてもらったからと簡潔に述べる。そこにいた全員の顔面が真っ白になる様は圧巻だった。お前らを許す気はない、もはや家族でも何でもないと元義父は元夫と陽子と目を合わせて言った。不倫をしたお二人にも相応の罰は受けてもらいますからと釘を刺すことを忘れない。それからさあもうここに用はない、行きましょうと私に声をかけて部屋から出たのだった。部屋からはとんでもない断末魔のような叫び声が聞こえてきたが、元義父と私はそれを無視してホテルを出たのだった。こんな風に復讐ができたのははるかさんのおかげだ。本当にありがとう。いつも穏やかで年金暮らしの元義父がここまで厳しいことをやる人だとは全く思っていなかった。私はさすがに気になって、昔こういうことをやっていたことがあるんですかと思わず尋ねてしまった。元義父は軽く笑った後、若い頃少々やんちゃをしてた時期があってね。言ってしまえばヤクザ崩れみたいなことをやっていた。もちろん昔の話で、その後すぐに真面目に働き出したが。と元義父は茶目っ気のある表情をしながらそう語ってくれたのだった。その後元義父は IC レコーダーの音声や不倫の写真などの証拠を全てマスコミに流したらしい。当然ながらその会社は凄まじい勢いで叩かれることになった。コンプライアンスが厳しい現在、不可避のことだと言えるだろう。消費者から叩かれ続け見放されたその会社は最終的に倒産してしまうことになった。元夫と陽子は一般人なので名前は直接ではなかったが、テレビニュースで A だの B だのと言われ続けた。関係者として頻繁に言及されることになり、そのことが原因で二人とも鬱になってしまったとか。義両親は二人とは完全に縁を切った。家を追い出された元夫と陽子はボロアパートで精神安定剤を飲みながらギリギリの暮らしをしているらしい。私は実家から通えるバイトを見つけ、本当にやりたいことを考え中だ。とりあえず元夫や陽子みたいな失敗をしないように、それを脳に刻みつけた。あんな二人にだけはなりたくない。そう思いながら新たな生活方法を探している。